田島です。よろしくお願いします。もう今12月の半ばでしょう。ね。1年早いね。1年早い気がする。もうってね、もういくつ寝ると、もうお正月来るでしょう。たださ、そのお正月の前にね、クリスマスっていうイベントがあるわけ。我々園芸ズブズブ人間、かつ大人からしたらね、クリスマスっていうイベントってがさ出ていってしまうイベントだったりとか、でもそれだけじゃなくてさ、自分のね大切な方、パートナーとか、お友達とかにプレゼントを渡して、一個ね一年の区切りみたいなところがあるでしょう。その中で我々ね園芸大好きズブズブ人間たちに何かプレゼントっていうかね、例えばそれが誰かにじゃなくても、自分にねあるでしょ。自分へのプレゼントあるでしょ。頑張った自分へのご褒美みたいな、もうね大好き、そういうの好きなのよ。自分へのご褒美が一番好き。植物を楽しんでらっしゃる方の中で、自分へのご褒美としてね、冬に植物を買うんだったら何がいいかなとかね、例えば、大切な方がね、植物結構好きですと。で、その方に植物をプレゼントしようってなった時に、冬っていう時期はねなかなか植物をね買ったりとかあげたりとかっていうのが難しい時期ではあるんですけど、そんな中で僕が思うね、クリスマスプレゼントとして誰かにあげやすい、でまた自分でもね購入しやすいみたいな植物をいくつかね紹介していこうと思います。おすすめを紹介する前に僕が思うちょっとこれは冬は避けたいかなって思うやつを紹介しようと思いますね。ただこれって、僕がねちょっと苦い経験をしたっていう冬場のね失敗談に近いところがあるんで、これがね皆さんに当てはまるかって言われたら、当てはまらん人も多いと思う。一つ目はこういうタンクブロメリアって言われてるやつ、その中に水を溜めて成長していくみたいな植物なんですけど、これをね僕はねやらかしたね。冬に、これねちょっと僕が悪いのよ。もう完全に僕が悪いんだけど、冬ちょっと水やりしようかなと思って外出して水やりザーッとして、でもう真冬ですよ。これをさ室内に取り込み忘れて凍ったんだよね、中の水がね。中の水がカチカチに凍って、で親株はそれでダメになっちゃって、そこから小株が出たんでね、別に枯れてなくなっちゃったっていうことじゃないんですけど、別にねこれ育てやすいですよ。冬場も別に室内でちゃんと管理してれば全然枯れることなくね動いてくれるんですけど、もしさ僕みたいにさちょっとドジっ子、僕みたいなドジっ子がいて、そのドジっ子ちゃんがね水やりしてしまい忘れたわいってなってくると、もうガッチガチにっていうか、もうこれねタンクブロメリアだけじゃないわ。もう今喋っててこれもしかしたら全部そうじゃねえかなって思いながらねちょっと喋ってるんですけど、水溜めるやつはね、もうごめんなさい笑っちゃったら自分でもね、これねじゃあもう全部そうやんっていう、じゃあ全部やん。その水やりして冬場に室内に入れんかったら全部ダメやんって言ったらそれはそう、俺今もう怖くなってきた。自分の今この紹介がもうやめたいもん、この紹介をでも水を溜めるやつとかちょっとドジっ子の人にはこれおすすめしないですね。そういう風にしようか。ドジっ子にはおすすめしない。最初のタンクブロメリアに関しては、結構全部そうやんっていう話だったんだけど、例えばねあったかいところを好む、僕今一株もやってないんですけどパキポディウムとか、もう基本的にあったかいのが好きとか、寒いのがもう嫌い、寒いの耐えますよって、ある程度寒くても頑張って枯れることはないけど成長することもないよっていう、多少傷むかもしんないよぐらいのやつと、もうあったかくないとっていう、いや俺寒いのもうマジ無理っていう植物があったりとかして、僕はね植物を始めたばかりの時にパキポディウムっていうね、グラキリスとか有名ですよね。丸っこいボディに枝がピュピュってつってで細っぽいね葉っぱがチラチラつく感じの結構人気の植物ですけど、僕パキポディウムのホロンベンセとか本当にその時ね1,000円とかで未生苗が結構ちっちゃいポットでね買えていたので、それでバッと集めてねやってた時もあったりとかして、ただ
まあ僕のねその時経験もないし、っていうところもあって、やっぱ冬場ね、ほぼ全滅っていうか、別にそれはなんか冷気とかね外気に当てたわけではないのに、なんかうまくいかなかったっていう、冬越し越冬が難しいって言われてる植物はなんだろう、その植物を渡す方とか、自分の経験もそうだし、これをきっかけにね始めてみるのもいいと思うんだけど、本当にちょっと調べながら勉強しながらやっていかないと難しいかなと思う植物もあるので、その辺はねちょっと避けてもらって、自分へのご褒美、それがね一個きっかけなのかもしれないけどね、とか誰かにお渡しする、園芸がっつりやってますよっていう人じゃない方にこうお渡しするんだったら、なんかそういったものは避けた方がなんかみんなハッピーかなとは思いますね。こっから本題で、冬場に購入するならおすすめな植物ね、やっていきたいと思います。一つ目はこのアロエですね。でアロエって結構いろんな種類があって、すんごい安いリーズナブルで大きいのに1000円ぐらいで買えるものとか、ちょっとお高いちょっとレアなねアロエとかもあったりするんだけど、なんで僕がこれ冬場におすすめかっていうと、アロエってこう寒さを感じたりとかするとストレスカラーで、ちょっとこれねうち室内でやってるんで全然ストレスカラー出てないんですけど、葉っぱがね赤くなってくる、赤黒い感じでこう色が変わってくるんですよ。その色が変わってくるっていうのがすごい面白い。冬場の色味と春になった時の色味の違いっていうのを楽しんでもらえるかなと思って、植物好きな方にもねすごいおすすめなアロエですね。これは、ワイリーコヨーテっていうアロエなんですけど、本当このちょっとね変わったアロエだけじゃなくて、本当一般的に普及してるアロエ、でも結構ね冬場は育てやすいのかなと思いますんで、これをね1個プレゼントするのもいいかなと。でまたこのアロエのさいいところがあるんですわ。葉っぱが緑色でこのトゲトゲした部分が赤色じゃないですか。クリスマスの色、これクリスマスの色なのこれが。そこもいいよね。だから例えば世の中にはさ、自分の趣味に対してこうパートナーの方やご家族の方がこう応援してくれるようなね、これなんか結構欲しいと思ってんだつって、いいよいいよ買ってみなよ、なんか楽しそうじゃん買ってみなよっていう人もいれば、買った、増やした、またなんか増えてない、なんか増えてる感じするんだけどっていう、いやいやいや、なんか植物って増えるからみたいな、そういうパターンもあるわけで、そういった方に向けてね、だからこの緑と赤っていうカラーリングはこうクリスマスの色でしょっていう。なんか俺普段育ってるやつってそんなになんかね緑ばっかでね結構全部一緒やんってこう思うかもしれないんだけど、こうアロエってさこう緑色と赤でクリスマスの色やんだから今やんっていう、そういったプレゼンでねこうアロエをね、新しく始めてみるのもいいかなと思いますね。だからこうなんだろう、通しやすい、通しやすい案として通しやすいでしょ。もうすんごい怪力で通すよ。じゃあここまで聞いて、じゃあそれだったらじゃあね買ってもいいよじゃないの。俺は通るぞって、俺はここの道を行くからなっていう。ただ無理やり行くってなってくるとまたやっぱ人間関係ギクシャクしちゃうから、そこで無理やりではあるけど一言ね、クリスマスカラーやんっていう、だから今やんっていうこうプッシュ、クリスマスカラープッシュっていうものをしてもらうといいのかなっていうところがありますよね。アロエいいよ。2個目は本当にね冬場とか園芸店でももう見ると思う、かなり。2つ目はねこれ、亀甲龍ですね。で亀甲龍は冬型というか寒い時期にね園芸店に並ぶことが多いのかなと思っていて、単純に買いやすい、今の時期でも園芸店行ったらあるだろうなっていうところで、買いやすいっていうところがありますね。実際僕この株も冬に買いました。これはね1月3日とかかな、2年ぐらい前のね本当お正月に買いに行きました。僕がよく行く園芸店が年始にセールをやるんですよ。そのセールの時にこの亀甲龍を買ってね、なんやかんやでちょっとずつ大きくなりながらねゆっくりとはこう育てているような、楽しんでいるような形なんですけど、亀甲龍がおすすめの理由としては、先ほど言った通り冬場の園芸店に並びやすい。秋ぐらいから並んでたりとか、ものによってはね一年中並んでたりとかもするんだけど、単純に買いやすい。でただこれぐらいのね大きさになってくると結構金額がねドーンと上がってきちゃうので、最近だと本当にちっちゃい
ちっちゃいポットに入ってるこれぐらいのサイズの亀甲龍とかも売ってるので、それはねそんなに高くない、そんなにというか高くないので、これは結構始めやすい価格で販売されていたりとかするので、これは本当に自分が始める一つのきっかけとしてね、プレゼント、自分のクリスマスプレゼントにしてもいいと思うし、その植物好きな方とか、ちょっと植物ねなんかいろいろ変わったのを育ててらっしゃる方に、ちっちゃい鉢でねプレゼントしてあげると、毎年毎年この芋の部分がねこう大きくなっていったりとか、この割れてる部分っていうのがこう変化していくので、結構マニアックなね植物を育ててらっしゃる方にもかなりおすすめの、植物ですね、亀甲龍。もう一個ね亀甲龍クリスマスプレゼントにいいところがあって、こうやってつるを伸ばしていくんですよね。つるぐーっと伸ばしていって、葉っぱが出てね大きくなっていくんですけど、そのつるをねインターネットとか SNS 見るとね綺麗にこうまとめてらっしゃる方もたくさんいるんですけど、僕みたくこうかなりフリーダムな形で伸ばしておいて、最終的にこの丸っこくねこうまとめてあげる。見えるかな。僕はこういうここを正面としてるんだけど、こう見えますかね。こうちょっと葉っぱが丸っこくこうなってるの。これってさ、もうだからね勘のいい方はもう分かってる。これもクリスマスリースだからね。これはもうこっからよ、デコってデコってなんかこうふわふわの雲みたいな綿とかをこうつけ始めてやな。真ん中にこうメリークリスマスなんか書いてみんよこれ。でここでまたこう出てくる。また増やしたのって、なんでそんな買っちゃうのってなった時に、いやこれクリスマスリースなんだよねっていう。そのクリスマスリースの代わりにじゃない、これクリスマスリースなんだよねっていう、クリスマスリースなんだよねっていう言い方をすると、もう、分かった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 って言ってこう買いやすい。人生ってやっぱプレゼンだからね、自分の意見をいかにして通すかみたいなところあるでしょ。特にさ園芸とかこう趣味の世界ってやっぱこう自分のこう欲しい、俺は通るぞここをっていうのをいかにこう滑らかに通っていくか。多少傷は負うけど、多少自分の毛がズタボロになろうが、そこを通るか通らんかっていうのがもう大事なわけってなってくると、もうこれクリスマスリースだよねっていう。なんならこう正月とかもなんかこういい感じするやん、なんか分からんけど、そういうところでもうおすすめ。通しやすい植物だよねこれね。でも本当にこれは面白いんでおすすめですよ、亀甲龍。で亀甲龍は休眠する植物で、こいつが根始めるとこの葉っぱのつるの部分がねボロッと落ちて、このゴツゴツの芋の部分だけになるんですよ。でそっからの管理ってなんか水やりしなくてもいいとか、その涼しい、できるだけ涼しいとこにあった方がいいとかっていう、いろんなね、情報がインターネットには落ちてるんで、それも試しながら。ちなみにうちだと遮光した屋外で気が向いた時に水やりザバザバしているぐらいの話で、寒くなってくると、勝手にこの中心の部分からつるがビューッと伸びてきて、葉っぱをねこう出しながら大きくなっていくってものなので、育てやすい植物だとは思うので、是非ねクリスマスね、きっかけにこう始めてみるのもいいかなと思います。これもうだから今日の動画がさ、ちょっとこう植物の紹介も絡めながら、これちょっとなんかふざけてねって思った方もね多いと思うんですけど、最後がね一番いいからちょっと見てて。じゃじゃん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 じゃんじゃんじゃんダスダスデスタンスセデデダスデスタってなななな。でこう最後に紹介するのがクリスマスツリーですよね。これはね誰がどう見てもクリスマスツリーなんですよ。でこのオーナメントとかもこうね散らしてあげたりとか、ちょっと今うちにはねいいサイズのオーナメントなかったですけど、オーナメント散らしてあげたりとかね、こう一番上のところに星やってあげたりとか、こう電飾っていうのこうチラ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 光るやつ、これは100均でも売ってますし IKEA とかにも売ってますわ。これをこうやるだけでもシルエットとしてもさめちゃめちゃツリーでしょ。これめちゃめちゃツリー。これはねだからおすすめ。最後に紹介するのはこのアガベなんですけど、アガベはね、僕のイメージでもできるだけあったかい方がいいんですけど、冬場に買ってもなんか傷みにくいっていうか、そんなに抵抗なく馴染みやすいような気はしてて、冬場に買っても失敗しにくいっていう意味で、僕はねアガベを今回ね紹介させてもらいました。さっきみたいにね形としてなんかちょっとこの乗っけたらクリスマスツリーっぽいやんっていうのは、だからそのさっきの通しやすさね、自分の意見の通しやすさの中でこれクリスマスツリーやん、これもみの木やんっていう、そういう形でねこうやってもらえばいいっていうのは冗談なんですけど、冬場でも失敗しにくいっていう意味で、僕はねアガベを推しますね。ちなみにこれちょっと種類違うんですけど、うちにあるアガベで
さっきのキッコーリと同じように正月の園芸店のセールでアガベを買ったりとかした時もあったんで、そんなに難しいっていうわけではないし、今だったらね本当に数年前まで超高級株みたいに言われてたものが今はかなり金額がね下がっていて、そういう意味でも植物ちょっと好きな人とかにちょっと変わったアガベをプレゼントしたりとか、そういうクリスマスとか、ちょっと前にねブラックフライデーというセールありましたけど、クリスマスセールもきっとあるし、年末年始のセールもあったりとかすると思うんで、セールのタイミングで今までちょっと自分が気になってたけどお高いかなどうかなっていう植物を自分へのプレゼントとしてね、購入するのもいいのかなと思います。はい、てなわけで今回はねクリスマスね、自分へのプレゼント、誰かへのプレゼントとして、植物をね送るのも一個いいんじゃないかなと思うわけですよ。なかなかこういう冬場って植物を買うあげるっていうのって結構抵抗があったり、園芸店に行っても春とかに比べたら物の数もね結構少なくなってはいるとは思うんです。ただそのタイミングって園芸店さんからしてもセールっていう形でね植物を販売されてることも多いと思うので、そこをね狙って新しい植物とかね自分が欲しかったものを手に入れるっていうのもいいんじゃないでしょうか。パートナーの方とかねご家族の方の目がある方はクリスマスカラーだからっつって、いやこれシルエットがツリーだからっていう感じで一緒にクリスマスとその自分の欲っていうのを同時にドンって進めてあげると導入しやすかったりとかすると思うので、ぜひこの機会に植物ね始めてみてもいいんじゃないでしょうか。で最初に話した通りちょっと失敗しやすいとか、実際ね冬場っていうのは植物ダメになりやすい時期ですよ。だいたい夏と冬っていうのはね植物、ちょっと調子崩しやすい時期だったりとかするので、そのあたりは植物詳しくない方でも若干調べてもらって、冬に傷みやすい植物とか寒いところが苦手な植物っていう形で調べてもらうと、いくつかね出てくるとは思うので、そこ避けながら、プレゼントをね選んでもらうのもいいし、園芸店の方だったら今の時期でも入荷してくる植物ってある程度ね、冬場とかにも対応してはいないと思うけど、冬場でもいい状態で販売されている流通しているものっていうのはあるはずなので、そういったところでねスタッフの方に聞いてみるのもいいかなと思います。というわけで今回は自分に対してまた誰かに対してクリスマスプレゼントとして植物を贈るならおすすめのものの紹介でした。ボタジマビデオでは園芸に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をしていただいて、なんなら高評価なんかも押しちゃったりなんかしてね、応援していただけると嬉しいです。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ボタジマでした。この冬場にやらかした植物でね、トリアングラリスってエクメアのトリアングラリスっていう植物なんですけど、このタンクの中に水をためる植物で、屋外で室内にしまい忘れたらカチカチに凍っちゃってダメになりましたっていうね紹介したけど、これ全部そうだよね。今自分で喋っててそう思ったもんね。かなりヒヤヒヤしたっていうか、あれこれなんか別にタンクに水が溜まってるからじゃなくねっていうね。大体地域にねお住まいの地域にもよりますけど、うち岐阜に住んでるんで、岐阜の冬場だとどうかな、朝方でもマイナスね5ぐらいまでは行く日もあったりとかね、したりとか、当然雪降る年もあったりとかで、なかなかね、屋外でどうのっていうのは難しい地域ではあると思うんですけど、そんなん言われたら全部そうやんっていうね、びっくりした。でまたさ、この失敗談の一つとしてタンクの中の水がカチカチに凍って成長点がねダメになって、枯れちゃったというか傷んじゃったよっていう話をしたんですけど、かといって、植物育成ライトとか環境が整ってないけど結構強めの光を当ててあげたいなってことで、窓際にね、本当に窓からすごい近い距離でこれをボーンって置いといて普通に葉焼けするとかね、結構そういったトラブルが、ある季節ではあると思うんですよ、冬って。なかなか光が確保できないから強い光を求めて窓際に置いておいたら、それはガラス1枚ねかましてあるとはいえ光も強いし、で窓との距離がね植物が近かったら窓は熱くなるんでね、
そういった温度的な意味でもね植物傷んだりとか結構するとは思うんですよ。だからある意味こういう冬場の管理っていうのは僕としてはね結構自分の知識というか経験かな、自分の経験を結構積むような時期かなと思っているので、いろんなこと試してもらってね、いろんなたくさん失敗してもらって、で次の年にそれを生かしてね、じゃあ次どうしようでこうした方が良かったかなっていうのを考えていくっていうのもねまたいい時期なのかなと思うんでね。植物がバキバキにこうやって動く時期っていうのも当然楽しかったりとか観察が楽しいんですけど、こう植物の成長がこうちょっと停滞するっていうかね、落ち着いてくる時期っていうのも植物をしっかり観察しながらね、例えばダニとかね、うちとかハダニとか結構あったりとかしますけど、ダニの観察してみたりとかね、どういった環境だったらこいつ動くのかなとか、意外とこいつ寒くても動くなとかね、結構そういった観察するのもねいいのかなとは思うので、そういった意味で冬をこう楽しんでいくっていうのもいいのかなと思います。終わりです。